やるばなせよ、しゅうせみだ。本日なんですけど、本日は最近僕が使っている朝のスキンケアなんですけども、商品の方を一つ一つ使いながら紹介していきたいなと思います。それでは早速いってみましょう。本日もご視聴ありがとうございます。というところで本日は朝のスキンケア編なんですけども、最近使用している韓国コスメの商品の方を使用しながら皆さんの方にご紹介できればなと思うんですけども、使用感だったりとか、なぜ僕が使っているかとか、そういうところで雑談形式で使用しながら皆さんの方にシェアできればなと思いますので、ぜひね購入の参考にしていただければと思います。はい、早速なんですけども、シャワーしてすぐなんですけども、こちらね、僕がずっと大好きで使っているミグハラの商品なんですけども、こちらねミグハラのスキンですね。こちらミグハラの商品なんですけども、こちらが 400ml でだいたい9点とかだと3150円ぐらいで売ってるんですけども、こちらが容量も大きくて、非常にこんな感じのものなんですけども、デパコス感が非常にありますよね。さっぱり使えるっていうのでかなりみずみずしい感じなんですけども、こんな感じで朝のシートパックにも使えるっていうので、ダイソーとか行けばシートマスク売ってるので、そのシートに垂らしてこういうものを使ったりするんですけども、朝とのシートマスクとして使ったりするスキンですね。さっぱりするプラス高保湿というところで、かなり使いやすいテクスチャなんですよね。特徴もねそこら辺がそういうところがあって、くすみケア、トーンアップとか敏感肌の方でも使えるっていうので使いやすいテクスチャーですね。パシャパシャ使えるっていうところで、プラスさらっと使える、夏の時期とか、秋の時期でもちゃんと保湿してくれるっていうので、冬でも使えるので一年中使いやすい商品になってるっていうところで、コットンパンクにもかなり使いやすい向いている商品になるので、かなり僕は大好きで使っております。そして冷蔵庫の中に入れて僕は冷やすっていうのが、トナンスキンとかだったら結構するんですけども、そういう使い方お勧めいたします。あと冷蔵庫に入れて使いやすくっていうか、さっぱり使えるようにするんですけど、もし食材とか入れてる冷蔵庫に一緒に入れるとなると、いろいろ菌とかがねちょっとついちゃったりするので、そこら辺はねちゃんと早めに使った方がいいかなと思いますね。もちろんスキンケアだけの冷蔵庫とかの保管だと大丈夫なんですけども、気にしながら使用していった方がいいかなと思いますね。なぜ菌を使うかというと、肌の土台作りですね。あとの美容液とかクリームとかの前にちゃんとした土台作りをするっていうところですね。はい、次がこちらになりますね。ミグハラのエッセンスになるんですけども、ウルトラホワイトニングファーストエッセンスなんですけども、こちらもね過去にご紹介したことあるんですけども、かなりね使いやすくて、ちょっとデパコス感があって香りも非常に良くて、あとねトーンアップだったりとか透明感を高める、成分が入っているところですごくそこら辺を効果を感じているっていうので、僕は長年こちら使ってるんですよね。浸透力も良くて肌もすごくもちもち肌になるっていうので、こちらはちょっとね若干とろみがある感じなんですけど、こんな感じのとろみわかりますかね。もうこのエッセンスをつけるだけでかなり保湿力が高まって、これだけでもかなりもちもち肌になるので、保湿と美容成分が入っているところがかなり効果を感じるってことですね。やっぱりミグハラの商品って韓国で非常に人気があって、特に女性の方なんですけども、20代から3、40ぐらいまでかなり使ってる人が多くて、セール時になると必ずなくて、その前でも結構なくなっちゃってることが多いんですよね。どちらかというとシートマスクミグハラのやつかなり人気があって、かなり購入されてる方よく見るんですけど、店頭にもなかなかないのでね、9点でお安く買えるときは購入しちゃった方がいいかなと思うんですけど、ミグハラのミグハラって、日本で感覚で言うとミグハラってちょっと名前っぽい感じがするんですけど、ミが美ですね、美なんですけど、グハラが、求めるみたいな感じですけど、美を求めるっていうところでミグハラっていうんですけど、そんな感じで美を求めるっていうコンセプトとしてミグハラが作ってるみたいですよね、多分おそらく。そんな感じでこちらもちょっと3回ぐらい潤いを与えていくんですけど、やっぱミグハラの商品使うとね肌の調子がね絶妙に整ってくれて、すごく調子が良くなるんですよね。あとね
ふっくらする感じがするので、そういうところでかなり気に入っております。はい、こんな感じ。次がアンプルなんですけども、こちらですね、ウルトラホワイトニングのアンプルなんですけども、こちら美白透明感を重視したラインで作られているアンプルなんですけども、濃度が高めの美容成分が入っていて、シミ、色ムラ、くすみ対策などに非常に向いているということで、かなりとろみがあるテクスチャーなんですけども、こんな感じ。夜のね、集中ケアとしても週に数回、毎日でも使えるタイプなんですけども、少量でも効果を感じることがかなりいいというところですね。敏感肌でも使えるようになってるんですけども、刺激を感じる方がいるかもしれないので、タッチテストするのもおすすめかなっていうところですね。こちらも以前ご紹介したことあるかなと思うんですけども、もう長く使ってるんですけども、この秋の時期ミグハラ使っていこうかなって、冬にかけてね。ミグハラの商品はちょっとね、若干ちょっと高めな金額になってるんですけども、それを考えても成分が超絶いい、あとやっぱ商品自体のものがよく作られてるっていうか、こういうとこガラスで作ってたりとかね、こういうところはねコストを抑えてるって会社結構多かったりするんですけども、そこら辺とかはちょっとしないで、ちょっと値段上げてて中の成分も良かったりとか、こういうスポイトも非常に良くて、なんかちょっとヨーロッパコスメに似てるような感じを意識して作ってるのかなって感じはちょっとあったりするんですけども、もうこのアンプルしただけでもかなり潤ってるんですけど、分かります？もうツヤ感とかが非常に大好きで、僕は大好きなんですけど、僕のスキンケアはツヤ作りが一番大事で、サンクリームまでいってツヤ肌になれるっていうのが一番の目標なので、それを叶えられるのがミグハラって感じですね。すごいよね、ツヤ感がね、ちゃんと潤してくれるって感じ。次はクリームですね。こちらになります。ウルトラ美白オリジンクリームになりますね。これがね、美容成分をね閉じ込めて肌のバリア機能をサポートする保湿エモリエント効果で、しっとり感を与えてくれるって感じなんですけども、夜だとね特にね厚塗りするのをおすすめするんですけども、こんな感じになっております。スパチュラで取った方がいいんですけども、ちょっと今回は手で取らせてもらっておりますけども、こんな感じでね、割と僕の中ではかなり少量なんですけども、これでもかなりね保湿力すごいんですよ。特徴としてはなんですけども、保湿力はもちろん美白もそうなんですけども、トーンアップや透明感、くすみに対する効果の期待がかなりあるっていうところと、あとツヤ感ですよね。で僕はいつもスキン、トナー、アンプルって同じラインを使うことが結構多いんですけども、そうすることによって全然やっぱり違うっていうか、ちゃんとねそのラインでちゃんと作られてる意味っていうのが分かるっていうか、メーカーさんもちゃんとその順序で使うと効果が最大限引き出せるように作ってるっていうのもあるので、僕はそういうふうに使ってって、中からいいものはちょっとピックアップして他の商品と合わせて使っていくって仕方をするんですけども、ミグハラのやつは一つ一つのクオリティがかなり高いっていうので、ミグハラのやつは割と一つのラインで使うことがかなり多いですね。はい、どうでしょうか。この感じ、クリームだけでかなりツヤ感いいよね、これね。だから好きなんですよね。そして次はサンクリームなんですけども、サンクリームはスキン104のやつですね。こちら SPF50 プラスの PA4 プラスなんですけども、
こちらはねもう殿堂入りでいいっていうので僕は使ってるんですけど、やっぱりいいですね。さっぱり使えてなお潤わせてくれて、サンセラムなんですけども、やっぱりサンクリームよりサンセラムの方が使いやすさはかなりあるよね。今需要はそっちの方が高いような気がするっていうか、やっぱ重たい感がないっていうかね。あとこの上に化粧する方でもかなり使いやすいテクスチャーで、むしろツヤ肌作りにもかなりおすすめできるテクスチャーですね。あとマダガスカルのマデカが入っているっていうので、成分にもかなりこだわっているので、そういうところで大好きで使っております。成分取る人もピッカって言って刃物も持たさないでちゃんと取る人の成分取る人をしっかりね管理してるっていうのもあるので、そこら辺のところもね成分に対してもちゃんとしてるっていうので、やっぱり最近だと FDA が通って、世界の安全基準に通してるっていう商品が非常にスキンワンオーの中で多かったりするんですけども、やっぱり世界的にいろんなとこに国行ってもスキンワンオーの商品結構見るんですよね。でいい場所に置いてあるっていうのがあって、そこら辺で購入されてる方は非常に多かったりとか、あとアジアンとかってやっぱ使ってる方が多いですよね。特に男性も、なので男女で使ってる方が多い、ベトナム、シンガポール、香港かなり使ってる方多いんですよね。あとアメリカとかでも使ってる方多かったりするので、割と女性は人気のところはもちろんですけども、男性でもかなり支持されてるっていうのがかなりすごいなっていうところでございますね。はい、こんな感じでございます。こんな感じで出来上がりなんですけども、基本的には。で、最後にね僕ねちょっとツヤが足らなかったら、こちらのミグハラのローズコラーゲングローマルチバームなんですけども、こちらをねマルチバームとして持ち歩いて、顔全体に保湿として使ったりとか、口目元乾燥が気になる部分に使ったりするって感じですね。ツヤ出し保湿バームみたいなね、そんな感じで。昔ねこういうバームってかなり流行って売ってたんですけども、最近だとないんですよね、このマルチバームって。はい、こんな感じでございます。センテリア24のとこもあるんですけども、センテリア24のやつはちょっとねデイリーは向いてなくて、なのでこちらの商品を使うって感じなんですけども、ちょっと上から塗ってみますけど、目元だったりとかね、こういうとこに使ったりするんですけど、化粧してる方がかなり使ったと恩恵があるんじゃないかなと思うので、カバンの中に入れておくのを非常にお勧めいたしますね。保湿プラス張りを出すっていうところと、あとね、香りもローズ系っていうところでかなり僕の大好きなね香りなんですけども、そんな感じでね、こちら一日中使えるっていうので、一時期バームってねこう流行って乾燥する時にちょっと塗ったりするって感じの持ってるのがみんな多かったんですけども、最近だとサンスティックとかでもう押しちゃう方が多かったりとか、僕そういうところじゃなくて、ちょっとちゃんと保湿とツヤ出しみたいなところで、こういうねバームっていうのも1個ちょっと持っておくといいなと思うので、僕はちょっとこれを持ってまたサンスティックを持ってみたいな感じでしてるんですけども、ツヤ感が非常に良かったりするのでおすすめですね。ここら辺とかね、バタフライラインとかに使うといい感じになります。リップクリームとしても使えるので、男性の方かなり持ってること多かったんですよね。7、8年前とか、こういうマルチバームみたいなのが流行ってたので、最近だとねこういうものが買えなくなってきたっていうか、売り出してるとかなかったりするので、ミグハラから出してるっていうのがかなり嬉しいっていうところでございますね。こういうねマルチバーム探されてる方は非常に多いんじゃないかなと思うんですけども、はい、そんな感じで出来上がりはこんな感じなんですけども、はい、ご飯のお時間になってきおりましたので、じゃあご飯食べますか。そんな感じで最後まで見ていただきありがとうございます。今回の動画がいいねと思いましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アンニョン、アンニョン、アンニョン、アンニョン。はい、じゃあちょっとおご飯の時間でございます。ご飯食べますか。はい。